やっとやめてくれるんですね。22歳の入社したばかりの新人にここまでバカにされるとは。ずっと目障りだったんです。俺はこの会社と共に生きたようなもんだ。まさかこんな形で会社を去ることになるなんて考えたこともなかった。俺は佐藤健太。もう67歳になる。年金生活になっても問題ないんだが、俺がまだ働いているのには理由があるんだ。俺は恥ずかしながら中卒で社会に出た。家に問題があったわけじゃない。単純に俺は頭が悪かったのだ。別に勉強はできなくてもよかったし、高校にも興味がなかった。とはいえ、困ったことがなかったかと言われれば、そうでもない。中学を出たばかりの俺には仕事がなかったんだ。中卒だとそもそも話すら聞いてもらえなかった。そんな時に俺を雇ってくれたのが今の会社だ。車の部品の製造をする会社で、この仕事は単純なように見えて、実は奥が深い。俺は働き始めてすぐに魅了されたよ。そんな職業に出会わせてくれた先代の社長には本当に感謝している。俺は先代の恩義に応えたい。俺は自分にできる仕事を全力でやったよ。今となってはこの製造部門の機材たちは俺の大切な体の一部とも言っていいくらいだ。今の会社の社長は瀬川剛、2代目の社長になる。先代はもう10年前に引退した。俺も本当は60歳を迎えた時に会社を辞めようと思ったんだが、剛に引き止められて雇用継続になった。2年前のことになるが、先代の社長が亡くなった。俺にとっての恩師、実の親が亡くなった時よりも悲しかったのを覚えている。会社の様子がおかしくなり始めたのはこの頃からだ。急に剛が社内のさまざまな業務に口を出し始めた。今までおとなしかったのはきっと先代が目を光らせていたからだろう。今年になって新入社員を入れると剛が急に言い出した。ここ最近は採用を止めていた。経営が良くなっているとも聞いてはいない。詳しい理由は誰にもわからなかった。今日から2人が加わる新しい仲間だ。新入社員は2人だった。森田亮です。よろしくお願いします。亮は製造部門に配属。俺と同じ部門だ。そしてもう一人は瀬川祐介です。祐介は社長の息子だった。亮が製造部門へ配属になっても俺には関係ないと思っていた。教育係ならもっと年齢の近い社員がやるはずだし、亮も俺に用なんてあるまい。俺は何の根拠もなくそう思っていた。だがその目論見は外れてしまった。健太さんってなんでここにいるんですか？俺にだって仕事があるんだ。いてもおかしくはないと思うが。仕事ですか。僕にはただじじいがただ立っているだけにしか見えないですけどね。亮はことあるごとに俺に突っかかってきた。同じ部門だから邪険にもできないが、とにかく作業の邪魔だけはしないでほしいと思っていた。新人が入って1ヶ月が経った頃、営業係長が大きな案件を獲得したと社内でニュースになっていた。彼はこの会社のエースで、これまでも数多くの大口契約を取ってきている実力者だ。彼は俺を見つけると笑いながら声をかけてくる。健太さん、今回の部品は健太さんじゃないと作れないです。ちょっと細かい指定が多いんですよね。この男がこういう時は決まって俺が作るしかないことを俺は知っている。俺が老体なのを忘れてないか？健太さんなら大丈夫でしょう。
俺と営業係長の付き合いは長い。遠慮のない間柄ではある。手間がかかりそうな案件は必ず俺に持ってきた。そして今回も例に漏れずややこしい案件である。しかしかなり大口の契約だ。彼がここまで必死に頭を下げる理由は分かった。仕方ないな。やってやろう。さすが。この案件から会社が騒がしくなり始めた。他の営業も仕事を取ってきたし、製造も納期に間に合わせるために動き続ける。いつもならこのまま繁忙期へ入るのだが、今年は違った。おい、この給料泥棒。いきなり社長の息子の祐介が怒鳴り込んできた。給料泥棒なんて不名誉な故障。最初は誰に話しかけているのかわからなかったが、どうやら俺らしい。ドスドスと音を出しながら近づき、俺の目の前で止まる。やってくるなり人を給料泥棒呼ばわりはやめた方がいいですよ。給料泥棒を給料泥棒と呼んで何が悪い。そのまま呼んだだけだ。私だってしっかりと働いてますが。嘘をつくな。寮から聞いているぞ。製造部門にただ立っているだけのじじいがいるってな。俺は寮の方を見たが、寮はこっちを見てニヤニヤしている。失礼ですが、寮君はまだ新人です。彼が仕事を理解しているとは思えません。給料泥棒だとどうして判断できるのです？やはり認めないか。寮から聞いた通りの老害だな。祐介は随分と新人の寮を信頼しているようだ。半世紀も会社にいる俺の話なんて聞きやしない。かなり寮君を信用しているようですが、どうしてですか？知らないのか。寮は俺の幼なじみなんだ。これからこの会社は俺たちが最強の会社にしていくんだよ。俺たちの考える最強の会社ってことか。俺はあまりに子供っぽい理由に驚いて何も言えなかった。お前はもう邪魔だ。お前がやっている案件も近いうちに俺の案件になる。お前みたいなやつは俺の会社にはいらない。私から仕事を奪おうというのですか？ああ、そうだ。無能には仕事を振らない。これ常識だろ。しかし、この案件は営業係長直々に。うるさい。俺が言うことは絶対だ。どこの王様かと思うような言葉を残し、祐介は自信満々に帰っていった。はじめは子供の遊びだと思って気にも留めていなかったが、日を経るごとに俺の仕事は減っていき、気づいた頃には俺の陰口すら言われるようになった。権力とは恐ろしいものだと思う。俺が製造部門のお荷物扱いされるまでに時間はかからなかった。あれほど話した後輩も俺と目を合わせようとしない。営業係長の努力の末に勝ち取った大型案件も祐介が主導で進めて、製造部門のリーダーは亮がやっている。俺はいよいよ社長に呼び出された。正確には祐介に呼び出されたというのが正しい。社長室に入ると、社長と祐介、そして亮もいた。健太、お前は今日限りで解雇だ。解雇？もう給料泥棒は来なくていいぞ。祐介は俺の質問に答える気はないのだろう。祐介を無視して社長に訴えることにした。社長、本当にこれでいいですか？俺を無視したな。もういい、出て行け。怒る祐介と対照的に、社長はずっと笑顔だった。社長、先代の会社を潰すつもりか？社長室がしんとなった。ようやく社長と話ができそうだ。しかし、口を開いたのは社長ではなく、祐介だった。お前もあいつと同じことを言うんだな。あいつって、お前と仲良くしてた営業係長だよ。彼がどうしたって？
なぜいきなり営業係長の名前が出てくるのか。そういえば最近彼の姿を見ていない。こんな状況を見て、あいつは黙っているのだろうか。俺は嫌な予感がした。あの係長はクビにした。俺たちに意見を言ってきたからな。お前と違って即刻解雇にしてやったさ。この時俺はすでにこの会社は自分が大事にしてきた会社ではないことを知った。これまで積み上げてきたものが一瞬で崩れ去るような感覚に陥る。まるで足場が失われたのかと思うほどに力が入らない。何を突っ立ってるんだ。さっさとここから出ていけ。呆然とする俺を嘲笑うように、祐介はしっしと手のひらを揺らす。俺になす術はないのだと悟り、ようやく解雇通告を受け入れた。社長室を出ようとした時に、亮が口を開く。やっとやめてくれるんですね。俺は何かを言い返す気持ちにもなれない。ずっと目障りだったんです。社長室を出ても誰も俺と目を合わさない。まるで俺が見えていないかのようだ。ふと壁にかけられてある先代社長の写真が目に入った。入社当初を思い出す。あの頃は毎朝誰よりも早く出社した。中卒の俺が先代に最初に言われた仕事だったからだ。苦手だった朝、目をこすりながら出社すると、必ず俺よりも先に先代がいた。遅いなんて怒りながら機材のメンテナンス、操作方法を教えてくれた先代。会社の全員が汗水垂らして稼いだお金で買った機材を、先代は誰よりも丁寧に扱っていた姿が、まるで昨日のことのように思い出される。こうして俺は52年の年月を過ごした会社を後にした。そして俺は同時に思ったんだ。彼らの思い通りには決してならないと。翌日、仕事を失った俺は自宅で朝の情報番組を見ていた。この時間はいつもなら会社にいる時間。妻に先立たれた俺にとって自宅は寝泊まりする以外に特に用のない場所になっている。特に趣味もないし、これから何をしていけばいいんだろうか。そんなことを考えていた時だ。着信を告げるメロディーがスマホから流れた。画面を確認すると会社の名前が表示されている。心当たりが一つだけあった。俺は通話に応じることにした。もしもし。もしもし、健太さん、会社に来てほしいんですけど。私の忘れ物ですか？そういうことじゃないんですけど、とにかく早く来てください。解雇された社員が理由もなく会社には行けないよ。うるさいな。とにかく黙って会社に来い。それだけ言っていきなり通話が切れた。しかし解雇になった俺には彼らの要請に応じる必要性はない。結局会社に行かず家で待機することにした。すると今度は数時間後に家のインターホンが鳴った。どうせ会社の誰かに違いない。寮か製造部門の連中だろうと目星をつけてドアを開ける。ドアの向こうにいたのは社長と祐介、そして寮だった。解雇した社員に何か用ですか？家に上がるぞ。3人組は強引に家の中に上がってくる。許可もしていないのに勝手に靴を脱ぎ出した彼らの背中を見てため息をつかずにいられるだろうか。仕方なく社長たちを部屋に通して俺が最後に腰を下ろした。狭い家だな。給料泥棒にはお似合いか。そんな話をしに来たんですか？社長息子はこっちを睨みつけ、唾が飛ぶ勢いで怒鳴ってきた。なぜ会社に来なかった？行かなければならない理由がありません。こんな家で暮らしているくらいだ。金に苦労するに決まっている。喜べ。お前は俺の会社で使ってやる。こんな理由のために来たわけがない。こいつらは本当のことを隠しているはずだ。
大体の想像がついていた俺は、ここが復讐のタイミングとしてベストだと思い込んだ。あなたたちは俺の生活費を心配しているわけじゃない。本当の理由は他にありますよね。3人組の表情がこわばる。俺の予想が正しかったのだと確信した。俺とこいつらとの因縁も今日で終わりにしてやる。俺がお前の心配をしてやっているのに、なんだその態度は。お金なら間に合っています。俺は先代社長の頃のボーナスに全く手をつけていなかった。正確には妻を亡くしてから使い道がなかったのだ。生きるだけなら稼ぎなんてなくても問題ない。もう用がないならお引き取りください。俺が席を立とうとすると、社長が口を開いた。待ってくれ。表情からは明らかに焦りが見えた。そばの2人も社長の様子に動揺しているようだ。実は機材が動かなくなったんだ。社長の息子がかぶせるように話してくる。亮はお前が壊したと言っているぞ。亮はこちらを見て笑っている。健太さんがクビになった途端に動かなくなるなんて、腹いせに壊した以外ありえないでしょ。この2人は台本でもあるのかもしれない。息つく暇もなく話してくる。今度は社長息子が話す番だろうか。俺はとりあえず黙って聞いておくことにした。お前を解雇した翌日から動かなくなったんだ。そのせいで会社は今日出荷予定の商品が作れない。お前が機材を壊したせいで会社は大迷惑なんだよ。俺の予想した通りだった。やはり機材は止まっていたみたいだ。社長息子が話し終わると、ようやく静かになった。俺の番らしい。社長もこの2人と同じ考えなんですか？お前がいなくなってから動かなくなったからな。今日出社していないお前が一番怪しいんだよ。お前には会社に戻ってもらうが、損害賠償はきっちりと請求する。それがお前のしでかしたことの責任だ。もう後悔しても遅いぞ。残念ですが、損害賠償請求をすれば、社長が後悔することになりますよ。負け惜しみを言うな。本当のことです。社長は機材が壊れているのを確かめたんですか？いや、しかし、どの社員も動かないと言っていたぞ。動きますよ。どの機材もまだ壊れていません。今朝、誰か機材をメンテナンスしましたか？やはり答えは返ってこない。聞くまでもなかったことだ。実は今の製造部門の社員は誰もメンテナンスができない。俺が何度も教えようとしても誰一人聞く耳を持たなかった。俺が毎日早朝から出社している理由を会社の誰もが知らないのだ。社長、ちゃんと整備してください。先代は自分でやっていましたよ。健太、会社に戻ってこないか？もう解雇になった会社に戻るつもりはありません。3倍の給料を払う。だから頼む、戻ってきてくれ。俺にそんな給料を払うんだったら、新しい機材を買ったらどうですか？機材を買えるようなそんな大金、もう会社にはないんだ。にわかには信じられない話だった。先代の頃にはもっと余裕のあった資金はどこへ行ったというんだ。会社のお金を使い込んだんですか？こんなことになるなんて思わなかったんだ。親父が購入した機材はすべて調子が良かったし、定期点検に来るメーカーが年代物にしては異常が全くないと驚くくらいに状態が良かった。まさか健太が整備しているなんて知らなかったんだよ。俺は呆れて物も言えなかった。俺が自分の仕事に集中している間に会社はすっかり内部から腐っていたらしい。お願いだ、助けてくれ。お前が整備するだけで治るんだろう。簡単じゃないか。もう帰ってください。会社に戻るつもりはありません。この俺がここまで頼んでいるのに働き口なんてないんだろう。解雇になった営業係長が独立したんです。彼から誘いを受けていますのでご心配には及びません。係長が独立？あいつ
俺に盾つくつもりか。社長は少し考えて何か思いついたのだろう。その顔にはにやりと効果音がつきそうなほどいやらしい笑みが浮かんでいた。よーし、わかった。その会社を潰せばいいんだな。そうすればお前も俺のところに戻るしかなくなる。彼の会社を潰そうなんて得策とは思えません。やめておいた方がいいと思いますよ。係長が心配か。俺に盾つくんだ。痛い目に遭わせてやるさ。いいえ、痛い目に遭うのが社長だからです。係長が声をかけているのは社長や息子さんに不当に解雇された社員たちばかり。彼らは社長たちを訴えるつもりでいます。なんだと？そんなことをされたら会社どころか俺は破滅だ。もし社長が係長の会社を潰そうとすれば不利になるどころか起訴が早くなるだけでしょうね。助けてくれ。頼むよ。健太からも係長に言ってくれ。俺には何もできません。ここにいられても迷惑ですから出て行ってください。そんな、俺の代で会社を潰せって言うのか？くそ、どうしてこんなことに。ご自身の胸に手を当ててよく考えてみては。どうすればよかったんだ。社長は泣きながら出て行った。息子と新人はその後ろをついていく。あの二人は状況が理解できていなかったようだったが、いずれ嫌でもわかるだろう。その後、会社は今回の機材トラブルが原因で経営が悪化、追い打ちをかけるように社長は係長たちによって訴えられた。ストレスからか一気に老け込んだらしく気力であふれていた昔の面影もないらしい。残された息子たちでは会社は立て直せず、当然のように倒産した。俺にとっては思い出の詰まった会社だったが、なるべくしてなった結果だ。先代も他人を蹴落としてまで残ることを望んではいないだろう。俺はというと、いまだに営業係長から声がかかる。俺の技術力が欲しいらしいが、今の最新機材なら俺はもう不要だと思っている。今日も係長からメッセージが届いていた。あいつも律儀というか、むしろ暇なのか。今回は画像も送られてきた。今回はどんなラブレターだと思いながら先にメッセージに目を通す。メッセージにはいいもの見つけましたとだけ書かれていた。いいものってなんだ？好奇心のまま俺は画像を開いた。するとそこには俺が初めて先代と整備した機材が映っていた。そろそろ休ませてくれよな。俺は工具箱を取りに物置に足を向けた。途中で妻の遺影を見る。まだもう少しだけこっちでやることがあるみたいだよ。